母は生きている。その父の言葉も虚しく、少年を待ち受けていたのは過酷な奴隷の日々であった。そして14年の月日が流れた。ここでは教団の新たな神殿を作るため、奴隷たちは重労働をさせられていた。しかし彼の目の奥の光は消えていなかった。ある日、マリアという少女が新しく奴隷になった。彼女は教団のメンバーだったが、教祖の怒りを買って奴隷にされてしまった。そして彼とヘンリーはマリアが鞭で打たれているところに出くわす。彼らはそれを助けようとして牢屋に投獄されてしまう。すると衛兵をしているマリアの兄がマリアを連れてやってきた。この神殿が完成すれば、秘密を守るために奴隷たちは皆殺しにされるかもしれない。そうなれば当然妹のマリアまで。そしてマリアの兄の手ほどきで3人は死体を流す樽に入り、そこから脱出する。樽は海を漂流していく。そして海岸へと漂着した。彼が目を覚ますとそこは修道院だった。そしてマリアはここで修道女になる決意を固めていた。彼とヘンリーはマリアに別れを告げ、10年ぶりの自由を手に入れた。パパスの手紙。奴隷から解放された青年とヘンリーはオラクルベリーにたどり着き、そこで一人の老人と出会う。老人は彼の目の奥の光からその素質を見抜いた。彼には魔物使いの才能があった。なんと魔物は起き上がり、仲間になりたそうにこちらを見ている。彼らは倒した魔物を仲間にしながら旅を続けていった。そして青年の故郷サンタローズの村にたどり着いた。村は焼き払われ廃墟となっていた。ヘンリー失踪の原因がパパスにあると判断され、ラインハットの兵士たちに焼き払われたのだ。彼らが村を探索していると、洞窟の奥でパパスの手紙を見つけた。お前の母には魔界に通じるという不思議な力がある。その能力ゆえに魔界に連れ去られたのであろう。邪悪な手から取り戻せるのは天空の武器防具を身につけた勇者だけ。息子よ、伝説の勇者を探すのだ。そして手紙の傍らには天空の剣が突き刺してあった。勇者を探し母に会う。その目的に向け彼らは旅を続けていく。真実を映す鏡。夜の静けさが広がる宿屋の一室。青年がふと目を覚ますとヘンリーが悩んでいる様子だった。ヘンリーは父の死、そして若くして王となった弟デールを心配していた。そこで彼らはラインハットへ向かうことを決める。二人がラインハットの町に足を踏み入れた時、そこは以前の面影を失っていた。路上では子供たちが物乞いをし、人々は疲れ果てた顔をしていた。ヘンリーの胸には故郷の変わり果てた姿への憤りがこみ上げていた。住民から太閤が実権を握り圧政を敷いていると知った二人は抜け道を使い城へと忍び込む。冷たい空気が漂う地下牢にたどり着くと、意外な光景が目の前に広がった。牢の中には憔悴しきった太閤が囚われていた。彼女によると圧政を敷いているのは偽物だというのだ。ヘンリーが玉座の間にたどり着くと、そこには弟デールが座っていた。しかし彼の表情は硬く、すっかり疲れ切っているようだった。王様、子分は親分の命令に従うものですぞ。その言葉にデールは驚き、そして涙を浮かべた。デールの助言で2人は真実を映すラーの鏡を探すため
険しい道を進み神の塔へ向かう。マリアの手助けもあり塔へと入り、最上階で鏡を手に入れることができた。すぐに城に戻り、鏡を太閤に向けるとその姿は魔物へと変わった。ヘンリーは剣を抜き放ち、青年と共に戦いを挑む。激しい戦いの末、魔物は倒され、ラインハットは解放された。人々は笑顔を取り戻し、街には再び活気が戻る。そしてヘンリーはデールを支えるためラインハットに残ることになった。青年はその言葉に微笑み、ヘンリーと固く握手を交わす。一人で城を後にした青年の背中はどこか力強く、それでいて少し寂しそうでもあった。ビアンカのリボン。港町ポートセルミは喧騒と活気に満ちていた。船の帆が風に揺れる音と市場のにぎわいの中、青年は酒場から聞こえる土星に足を止めた。扉を開けると、そこには荒くれ者たちに絡まれる村人の姿があった。迷うことなく駆け寄り、持ち前の腕力で荒くれ者たちを退けると、村人は息を整えながら感謝の言葉を口にした。そして村を救ってほしいと依頼される。こうして彼はかぼち村の農作物を荒らす魔物を退治することとなる。魔物の住処とされる洞窟にたどり着いた青年は、そこで予想外の姿を目にする。その大きな獣はかつてビアンカと助けたチロルに見えた。半信半疑でビアンカのリボンを差し出すと、チロルは懐かしさから鼻を鳴らしながら青年にすり寄ってきた。その傍らに突き刺さる一本の剣、それは父パパスの剣だった。青年は父との思い出、そしてチロルとの再会に喜びをかみしめた。しかし喜びもつかの間、彼がかぼち村に戻ると人々の目は冷ややかだった。お前化け物とグルだったんだろう。村人たちはチロルとの再会を誤解し、青年に非難の言葉を浴びせた。青年は心を痛めながらも父との約束を胸に、勇者と天空の装備を探す旅を続ける。そして彼は天空の盾があるというサラボナにたどり着いた。町の入り口に足を踏み入れた瞬間、一匹の犬が青年の方に駆け寄ってくる。誰かお願いです。その犬を捕まえてください。犬を追いかけてきたのは青い髪を持つ一人の少女だった。彼女は息を切らしながら青年の前で立ち止まり、申し訳なさそうに頭を下げた。彼は彼女の美しさと上品な雰囲気に息を飲む。しかしこの後、彼女との間で重大な選択を迫られることを青年はまだ知らなかった。天空の花嫁。サラボナの町は豊かで洗練された空気が漂っていた。その中心には町一番の富豪ルドマンの大邸宅がそびえている。彼は娘フローラの結婚相手を探しており、その条件はただ一つ、炎のリングと水のリングを手に入れた者に娘との結婚、そして天空の盾を与えるというものだった。青年はルドマンの話を聞きながら考え込んだ。今の彼にとって結婚は考えられないが、天空の盾はどうしても必要だった。そして彼は炎のリングを手に入れるため、死の火山と呼ばれる危険な場所へと向かう。灼熱の空気が漂う中、洞窟の中で一人の男に出会う。その男も同じ目的でここに来ていた。この洞窟の奥には炎のリングが眠っているはず。お互い頑張りましょう。洞窟の奥では溶岩の魔物が待ち構えていた。激しい戦いの末、青年は魔物を倒し、赤く輝く炎のリングを手に入れる。サラボナに戻ると洞窟で出会った男は大やけどを負いながらも帰還していた。その夜、フローラは怪我をした男を熱心に看病していた。青年はその光景を遠くから見つめ、彼女の優しさと献身的な姿に胸を打たれた。次なる目的地は水のリングを探すこと。青年は山奥の静かな村にたどり着く。そこで彼を待っていたのは10年前に別れた幼なじみのビアンカだった。
サンタローズの村が滅ぼされて行方不明になったって聞いていたけど、私は絶対に生きていると信じていたわ。久しぶりの再会にビアンカの瞳は涙で潤んでいた。彼もまた懐かしさと喜びに包まれた。その日、青年はビアンカの家に泊めてもらうことになった。夜更けにテーブルを囲みビアンカの父ダンカンと話をしていると、彼が静かに口を開いた。ビアンカは私の実の娘じゃないんだよ。君が一緒に暮らしてくれたら安心なんだがな。彼にとってその提案はあまりに唐突なものだったが、リングを手に入れるこの旅は自分自身の運命を形作る旅だと予感させた。翌朝、青い空の下で青年はビアンカと並んで歩いていた。小さい頃2人でお化け退治に行ったのを思い出すわね。ビアンカの声が懐かしさを呼び起こす。青年は微笑みながらうなずいた。水の洞窟は静寂の中にも力強い水流の音が響く場所だった。そこへ大きな滝が現れた。壮大な景色にビアンカは足を止める。こんな風に景色に見とれるなんて何年ぶりかしら。彼女の言葉に青年はうなずきながら、その美しさに息を飲んだ。洞窟の奥深くで輝く水のリングを発見した二人。青年は慎重にそれを手に取り、ビアンカと笑顔を交わす。サラボナに戻った二人を待っていたのはルドマンからの喜びの言葉だった。条件を満たした青年にすぐに結婚式の準備を進めると申し出があった。しかしフローラは青年をじっと見つめ、少し困ったように微笑んだ。もしやビアンカさんはあなたをお好きなのでは。それにあなたも。そして結論は翌日に持ち越すこととなる。その夜、宿屋に泊まった青年は夜中にふと目を覚ました。そして同じように眠れずにいたビアンカに出会う。私のことなら心配しないで。今までだって一人でやってきたんだもの。そう言われて二人はしばらく黙ったまま夜の静けさを共有した。翌日、ルドマンの屋敷には青年、ビアンカ、フローラが集まっていた。緊張感が漂う中、ルドマンは重々しい声で問いかける。全員の視線が青年に注がれる。彼は決意を込めて口を開いた。ありがとう。また一緒に旅ができるね。彼の答えにビアンカは目を輝かせ、満面の笑みを浮かべた。フローラも優しく微笑み、静かに祝福してくれた。ルドマンの計らいで結婚式は盛大に執り行われた。青年はビアンカと共に新たな旅立ちを心に誓い、ルドマンから天空の盾と船を譲り受けた。二人は互いに手を握り、戦場から広がる海を見つめた。この船旅がどんな旅になるか、彼は期待に胸を膨らませていた。